はい、どうも皆さんこんにちは、アロです。今回は AR のおすすめ武器ランキングを紹介したいと思います。今から僕がおすすめする武器ランキングは僕個人の考え方のランキングなので、僕の意見を聞きたい人はしっかり聞いて参考にしてみてください。では早速射撃場でいろいろ紹介していきます。はい、やってきました。今回紹介するのは5位から1位って感じで紹介していきます。初心者から上級者まで結構参考になるように紹介すると思うんで、よかったら AR 使いの方、ぜひ参考にしてみてください。まず早速5位からやっていきます。5位、ASM10。この ASM10 は、強いところこれも近距離、旬時計。中距離、まあまあ、いけるみたいな感じなんですよね。でしかも、リコイルが結構安定してる。初段から9発ぐらいのリコイル安定するんですよ。なので初段からバーッと当てて溶かせば結構瞬撃してくれるような武器になります。で、こいつの弱いところ発表すると、まあ3発、近距離3発なんで当てやすいと思うんですよね。でも、中距離1、2、3、4、こっち1、2、3、4、5発なんですよ。この5発と4発ってこの発射レートで4、5発をうまいことこうやって動いてる敵に当てるのってちょっと難しいんですよね。なので僕はこいつを5位にしてみました。それにちょっと覗くんが遅いんですよね。覗くの遅いし、4、5発当てるのちょっと難しいんで、なのでこいつは5位ぐらいがいいんじゃないかなって選んでみました。第4位は、そりゃ、こいつ、LK24。こいつ、もう強いところいっぱいあるんですよ、もう、言っちゃうと。AR って結構、SMG とかと違って、いいとこだらけなんですよ、AR って。中距離の。バランスを取れてるって感じかな。で、このバランス取れてる、このもう4位からもバランス取れちゃってるんですけど、まあ、こいつのいいとこ。いいとこは、まず時計が速い。そこそこ。それに、このリコイル見てください。こんな感じで、横ブレがあんまりなくて、ここまで上がったんですよ、今のちょっとで。20発撃って、ここからここら辺まで。こんなん簡単に抑えれるんですよ、こうやって。なんか簡単に抑えやすいリコイル。それに、レートも結構なんか、遅くもなく、速すぎるわけでもないので、時計の管理がしやすい。弾数。例えばなんですけど、これ撃ったけど、まあ、今28発で、こんな感じで、少ない数で、抑えながら戦えるから、対複数でも、抑えて、もう一発抑えてみたいな。もう一発じゃもう一体ですね。もう一体抑えてみたいな感じで戦えるので、僕はおすすめです。この武器。第4位ぐらいかな、やっぱり。あと、LK の弱いところを発表するの忘れてたんで、ちょっと弱いところを紹介したいと思います。この LK って、やっぱり独特なこのアイアンサイト、見にくいんですよね、こうやって。なんか、例えばここに敵が来るとして、こうやって覗いてたら、こっちも来るのに、もう見えへんみたいな。結構あったりするんですよ。なんでかな、この、下からスライディングしたらもう全く見えへんみたいな。なので、LK の弱いところはこういうところで、初心者にもあまりおすすめできないなっていうところで、僕は4位にしてみました。で次、第3位発表したいんですけど、第3位はここになんかないので、武器が。ちょっと持ってきます。はい、第3位なんですけど、第3位はこちらのハブラ。この武器なんですけど、この武器、もう強いとこめちゃめちゃあるんですよ。まず、なんていうかな、この無反動。わかります？この初段の時の無反動。これに、
アタッチメントグリップとかつけたとき、もう中距離無反動で解けるし、近距離解け早いしで、レートも早い。近距離威力高い、レートも早いで、最高の武器です、こいつ。で、さっき LK でもアイアンサイトのことを言ったんですけど、ハブラもちょっとアイアンサイト見にくくて、僕は、なんていうかな、アイアンサイト見にくい武器には、レッドドットをおすすめします。まあでも、グリップなしでも全然中距離とかも安定して打てるし、やっぱりこいつ3位ぐらいがいいんじゃないかなって。で、3位にした理由は、まだあるんですけど、ヒル速が、ほら、今のとかも多分、他の武器には解けてると思うんですよね。多分。まあ、ここ、なんか黒点ヘッドショット判定なんで、ずらして打つんですけど、1、2、3、4、5、6、7。ほら、7発。この7発ってやっぱ中距離 AR として結構痛いんですよね。例えばなんですけど、ちょっと細いとこピュッ出てきたときに、バーって打ったときに、7発も当てないといけないんですよ、中距離。こいつは、近距離もう無反動、で、中距離無反動。でも、少し、威力減衰かな、うん、それがあるので、やっぱり弱いところがある武器だと思います。で、まあ、でも、マジで時計とか早いんで、この武器は、全然、もうどこでも使える。ほら、もう慣れてないんですよね。僕、あんま使ってないから、時計か。マジで中距離いつもの AR として、なんか溶かそうとしても、当たるっちゃ当たるんですよ。この無反動なんで。でも、解けないんですよ。なので、弾数の管理とかもちょっとしにくいかな。やっぱり。キル速と威力はマジで高いんで、この武器の強いところは、キル速、威力、で、発射レートの速さ。まあ、これでまあ全部重なってるんですけど、まあ、発射レート速いと、腰打ちも当たってくれるんですよ。結構。レートが遅いと腰打ちって、一発、二発目一発が当たりました。で、二発目、遅いと、腰打ちちょっと打ちにくいんですよね。なんかわかるかなASM10 で、一発外すと、めっちゃきついんですよ。キル速が落ちて。でも発射レート高いと腰打ちも、安定とかしてくれる。ここはやっぱ心強いですかね。うん。頼れるところ、発射レートが速いっていうの。でも、やっぱり中距離、遠距離溶かしにくい。で、距離減衰もあるので、こいつは3位ぐらいかなって思いました。第2位の発表しちゃいたいと思います。第2位は、僕はこれ KN ですね。KN。ちょっと、もう、にやけちゃってます。KN を第2位にして、僕は。まあもう第1位、もうこれちょっと、分かっちゃった方もいると思うんですけど、まあ、第2位のこの強いところ、弱いところを発表したいと思います。もう第2位まで来ちゃったら、褒めるとこしかほぼない。初心者にも結構おすすめなんですよ、これ。キル速速いし。キル速速いし、レートもまあそこそこ高いんで、中距離もつけてくれる。まあ強いとこめちゃめちゃあるんですよ。で、アイアンサイトもこうやって結構、なんていうか、絞られて、見やすい。見やすいってところも、やっぱいいところですかね。うん。で、まあ、こいつの弱いところって言ったら、リコイル安定してないんですよ。もう、わかるかな見たらあかんと思うんですけど、ここら辺もバラバラなっちゃってるんですよ、ここ。そうなると、キャラコンしてきた時に、バラ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 ってなって、弾を無駄に使ってしまうってところが、やっぱり一つ弱いところですかね。でも中距離、近距離、遠距離も、まあ、止まってるとこやったら、まあ、パーっていけるけど。ほら、こんな感じで、解けてくれるんで、キル速とかそういう威力の面に関しては全然、やっぱり、最強クラス。で、それと、こいつのもう一つ弱いところは、覗くスピードがちょっと遅い。わかるかなこうやって多分わかると思うんですけど、これはハーブラ今持ってるんでやると、ほら、
もう覗いちゃってるんですよ。でも、KN って、これ、ちょっと覗くになんか遅くなってもわからないですかね。多分、使ってると分かってくると思うんですけど、覗くのがやっぱりちょっと遅いです。で、これは、食い泥とかつけたら結構変わるんですけど、こいつの最強アタッチメントは食い泥とかつけて、しっかり、覗くスピードも上げて、クリップはつけた時に、なんかこういう、押さえやすくなるんですよ、ちょっと。でも、この横ブレがめっちゃ増えるんですよね。クリップつけた時って。なので、なんか、ちょっと僕は使いづらかったんで、初心者、もう、なんかそういうとこ、やっぱ悩んでるとこあるんじゃないかなと思って僕は2位にしました。それと、忘れてたんですけど、腰打ちこれめちゃめちゃ、なんていうかな、ばらけるんですよ。レート遅いプラス、レートがちょっと遅めなんですよね。他の武器と比べて。レートが遅いプラス、腰打ちがばらけるっていうので、あまりなんかおすすめしづらいですね、ちょっと。この腰打ちは。腰打ち使うのはマジでこれぐらいの距離じゃないと当たんないと思います。では、KN の発表はこれで終わります。はい、ということで、第1位の発表をしたいと思います。第1位。これ、AK117。もう分かってたっすね、多分みんな。うん。もう配信とか、ほぼ全部僕 AK117 みたいなとこあるじゃないですか。117使っとけば OK みたいな俺は感じで思ってて、配信とか見たら僕の腰打ちとか、なんかよく使ってる場面あると思うんですけど、めちゃめちゃ当たるじゃないですか。これレート速くて、でそれにそこそここうやって絞られてるんで、もうなんか解けてくれるんですよ、腰打ちでも。なので117は近距離、初心者にも上級者にも腰打ちで溶かしやすくて、中距離も5発時計、だいたい。で、あの距離ぐらいになってくると、38メートル。多分これぐらいになってくると、1、2、3、4、5、6、6発時計。6発時計って、38メートルって、そこそこ遠いんですよ、やっぱり。でも、6発時計してくれる。まあ多分、これなんて KN とか、KN も多分6発5発ぐらいなんですよ。5発か。でも、この武器で遠距離、なんていうかな、こうやって、相手多分30何メートルとかになってくると、KN じゃあちょっと当てづらいって時とかめちゃめちゃあるんですよね。枚数多かったりとかした時って、KN のレートじゃ、なんか対応できやんかったり、あとは、あれって打ち続けたら、なんかめちゃめちゃブレるんですよ。リコイルさっき説明したように、こんな感じでブワーって。なので初心者、中級者あたりにはそこはお勧めできないですよね。こうやって、打ち続けても、次も溶かしてくれる。117はやっぱそういうとこ当てやすいなっていうのは、上級者からも、僕からも、そういう意見がよくあるんで、117を練習するのを僕は結構お勧めします。近距離5発ぐらいで、中距離遠距離6発。それに、至近距離、こういう腰打ち当たりやすい、みたいな。これは結構遠いですけど、近距離やっぱ腰打ち当たりやすい。僕の配信見たり、大会の配信とか見たらわかると思うんですけど、僕117で大ブーム走してて、僕個人でも最強と思ってるんで、この117、ぜひ、皆さん使ってみてください。で、しかも、これ、マジで言いたいことあるんですけど、見た目ってやっぱモチベにつながるじゃないですか。117って、結構、カラーのバリエーションが多くて、いろんなかっこいいカラーとか、かわいいカラーとかあるんで、やっぱりそういうところから、モチベにつながってきたりするんで、僕は117をずっと使っちゃってますね、もう。で、僕の好きなカラーは、ネズミ年っていう紫のエピックのレアリティと、あとは、レアのレアリティの青色のレアリティのマジックブルっていう黄色いやつ、いつも配信で多分見たらわかると思うんですけど、黄色いやつがやっぱりいいなっていう風に僕は思ってます。で、僕が黄色好きな理由なんですけど、僕結構ネニオン好きなんでやっぱりそういうところから、なんか黄色いいなって感じで使っちゃってます。117の良さのまとめをすると、
腰打ちが強い。で、それに、中距離も安定して溶かしてくれる。で、リコイルも抑えやすい。遠距離も溶けちゃう。で、レートも高い。弾管理も結構しやすいんですよね、僕個人的に。結構しやすいんで、全然みんな使ってみてください。なんか、今 KN 環境ってなってるところで僕が117環境にしたいぐらい、こいつおすすめできるんで、まあ、KN そこまで強いかって僕的には思っちゃうんですよね。なんで、よかったら皆さん117使って、どんどん AR117 最強っていう風に変えていきましょう。もう117マジで最強なんで、もう大会で無双してるから、もう分かってると思うんですけど、マジで117最強です。で、今回1位から5位までこういう風に紹介したんですけど、あくまでこれは僕個人の考え方、僕個人のランキングなので、他の人がどういう風に言うかはわかんないですけど、これはあくまで僕個人のランキングです。まあ僕個人の考え方でも、無双とかめちゃめちゃしてると思うんですよね、大会とかで。で、中距離も、うわ、そこ溶かすんやみたいなところとかも結構あるんで、みんなには参考になると思います。今回は初心者から上級者まで全部参考になるように紹介してみました。もしこの動画が参考になったり面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では皆さん、117をいっぱい使っていきましょう。それではまた次回の動画楽しみに待っててください。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。いやー、結構疲れる。めっちゃカミカミになっちゃうし。はぁ。